ゴッツさんのとかいろんな人のアンプがそういう大きい音に出してリアルのつまみいじるのって楽しいよ。で壁に向かってわーって歌ったやつが上のマイクで撮ってもいいね。天然リバーブみたいな生ドラムのサンプルが欲しいとライブの一発撮りみたいな感じで撮るっていうのもこういうのやりたいからやれますかっていう問い合わせも全然いいと思う。面白そうだったらもう俺行くしミュージックイン藤枝、静岡県藤枝市ですね。昔のお茶の土蔵ですねを改修して作ったレコーディングスタジオが無事グランドオープンになりました。佐藤もねクラファンしてくれたからでリンゴス会員でもあるし、なんかこう外から見ててここどうなってんすかみたいななんかある？突然言っちゃったけど、昔そもそもちゃんとしたレコーディングを卓録しかしたことがないので。あ、そうだよね。そうだ言ってたもんねこの間もね、どう使えばいいかわからない。何にもわからないです。そっか、逆にイメージがつかんのか。課題かもね逆に俺らもねでもギター弾くでしょ、歌も歌うでしょ、でもあと打ち込みか、そしたらまずギターアンプを家で鳴らすことあんまないでしょ、シミュレーターでしょ。そしたらもうゴッツさんのアンプとかいろんな人のアンプがあったりするんで、それをで鳴らしてみる。それを大きい音に鳴らしてアンプでマイク立てて、で自分でさコントロールルームとスタジオクラ側行ったり来たりできないじゃん。だからもうヘッドホンでいいから自分の機材持ってってノートパソコンとでそれで撮って立ってみて、打ちのめされてこいあれみたいな、アンプ趣味みたいになんねえってなるからでもねやってるとね超えれるようになるから、アンプ趣味の良さも分かるし両方の良さが分かるかな。あとやっぱつまみリアルのつまみいじるのって楽しいよ、パソコンの中のマウスじゃなくて。だから想像力をかき立てられるというか、あとデジタルの世界だとさつまみ上げすぎるともう要は01の世界だから歪みに本当の歪みになっちゃうんだけど、アンプの世界ってこうアナログだから真空管が逆にそれがかっこよかったりとか頑張ってくれるからね、トランスが頑張ってくれて太くなったりとかめっちゃ抜けたりとかするから、そういう事故もまた楽しめる。佐藤とかももう LINE でさ一回撮ってあるじゃん自分のプレイって。だからそれをリアンプするだけでもいい。一回撮った素の LINE の音をエフェクターのかかってない音がいい。コンパクトエフェクターの音一切かかってない音を取っといて DI 通して取っといてそれを持ってきて、でその場でコンパクトエフェクターは、これ使うみたいな考えといていいから使って音を取り直す、マイク通して。でそうするとさっきのさボスセットがめっちゃ使えるじゃん。自分の持ってきたやつも使えるし、でそれをさ例えばゴッツさんのアンプとかで取れたらねテンション上がるじゃん。で自分でマイキング本当にちゃんとやれば難しいんだけど、まずは立ててみればいい。でこの丸いスピーカーから音が出てるけどこう丸の中に丸があるんだけどここに立てるとハイが上がるとかここに立てるとローが膨らむとかあるんで、そういうのをこう実験しながらやってみて、なんならもう分かんない時はねたくさん立てていいマイクを。で後で好きなのを選びなさい。これがいい。この音はこのマイクのとこの位置が好きっていうのをやるといいな。決してねこうまっすぐ向けりゃいいってもんでもなくて、ちょっと斜め45度とか下から45度とかでも変わるから、そういうのと逆に今プラグインの方がシミュレートされてるよね、マイクの角度ね。そういうのもやっていいし、だからさっき俺が言ったギターとかで上の梁のマイクでアンビ取って混ぜてもらってもいいし、そういうやり方も使い方もね全然あり。あと歌ってみたらじゃあ家と撮った時にどう違うんだろう。マイクもねヴィンテージパックじゃなくても普通にあるから、そういうのを足したらどうなるんだろうとか、広いところで歌ったらどういうふうに自分のそのテイクに変化があるんだろうとかも結構楽しめると思うし、あとやっぱエアコンとかも超こだわってるから静かなのね。すごい静か。うちここもそうだけど今ちょっとプロジェクターが出てるからちょっとそこバーッつってるけどすごい静かだから、で湿気もちゃんと取ってるし年中取れるようにロスないっていうのがこう上の蔵の上の方にいっぱい入ってるんだけど、だからすごい静寂性もあるから、家だとねエアコン一回消さないとできないとか、それがゴーって言ってるから消さなきゃいけないとかあるけど、そういうのもねあんまり気にせずできるんでいいと思うよ、本当に。コーチさんもやっぱ歌って気持ちいいって言ってたもんね。一回ねブースで撮ったりも試したんだけど、やっぱり外で歌うのが
気持ちいいって言って、でその時もカーテンが活躍するから、あとついたてとかでこれもねナイスカンパニーっていう方々がついたてをお寄付いただいて、それを置くと結構スッと狭い空間も作れるから、いろいろ自分で音像を作れるかな。だから別にさっき俺がさバウンダリー仕込んでるって言ったから、例えばだけどシャウトとかでもう白い壁に向かってわーって歌ったやつを上のマイクで撮ってもいいのよ。天然リバーブみたいな。うん。そしたらねピッチ直せないからね上手くなるよ。だからそういう使い方もあるかな。例えばギターとバンド以外でもバンド以外でも全然あると思う。そうそう、さっきのだから PC 用っていうのはその PC の電源ってね、そういうノイズをね逆流するんだけど、そういうノイズの塊なんだけど、そういうのがこう音響機器に入るとね、たまに高周波が出たりとかするんだけど、そういうのがならないようにちゃんと縁切ってるやつがあるので、そこからちゃんと PC 取ってアナログはこうしてと、あといいマイクプリ、コンパかけなくてもマイクプリもいろいろあるから。あと例えばあるのはドラムだよね。ドラムを取ってみたいっていう人もきっといると思う。ドラマーでもいると思うし、自分のドラムを取られてみたいもあるかもしれないね。自分のドラムが取られたらどうなるんだろうみたいな。そういう時はね、井口くんか吉井に頼めば大丈夫。横にいるんで、多分世代も近いだろうと思うんですよ。俺みたいなおじさんが行くとさ、緊張しちゃうから、井口くんとか吉井にちょっとドラム取ってくださいと。でその時に例えばマイキングとかマイクの種類とか興味ある人も多分いると思うの。キックのマイクの種類でどういう音が違いがなるんだろう、角度でどうなるんだろうみたいなのを一緒になんか勉強みたいなために使ってもらっても多分いいと思う。そしたら蔵だけだし、で自分でパソコン持ってきてもう同じ空間でやってもいいと思うし、そしたらちょっと安く済むじゃん。コントロールルーム使わなくてもいいし、マイクは使っていいからね。だからちょっとマイクプリがちょっと難しいね、運ぶ。でもちょっとその辺まだ考えればいいから、ATI もあるしね。まだちょっとそういう課題が来たら俺らも新しいことにチャレンジできるから、それもいいんじゃないかな。でここにこういうマイク立てたらどういう音になるんだろうとかっていう実験もいいので、あと自分で撮って本当に、うちの前のアシスタントはドラマーで自分で撮れる子だったけど、そういう子もいると思う。そしたらセッティングだけ手伝ってほしいと。こういうのでもいいと思うな。それも楽しいと思う。例えばあと打ち込みの人とかだったら、ちょっとそこに生ドラムのサンプルが欲しいと。キックのサンプルが欲しい。スネアのサンプルが欲しい。だからそれで取りに来てもいいかな。エフェクトマイクもあるから、ボーカルいいマイクで撮るのもそうなんだけど、ああいうエフェクトマイクで最初からラジオボイスっぽく撮るとか、そういうのも結構面白いよ。でそれをね、これやるとあんま怒られるかもしれないけど、ギターアンプに突っ込んでね、またさらに歪ませるとかね、そういうのも楽しいから、そういう実験的なもう発想が生まれたらそれを手軽にできるみたいな、そういう環境もいいなと思います。でエンジニアがいなかったら、エンジニアが絶対いなきゃいけないっていうわけじゃ正直ないので、別にセッティングだけ手伝ってもらってもいいし、自分の使い慣れた、俺らはプロトゥースだけど使い慣れた DAW で撮ってもらってもいいから、その辺は一回相談してみてください。じゃあ結構これ対応してもらえるかわからないけどぐらいで問い合わせたり、いい、こういうのやってほしいみたいなのも、こういうのやりたいからやれますかっていう問い合わせも全然いいと思う。なんか面白そうだったらもう俺行くし別にそれがそのバイオリンとかね、サックスとかね、フルートでもいいと思うの、木管でも、そういうのが気持ちいいように作ってるっていうのも実はあるから、バイオリン撮りたいとか、決してロックのスタジオのようなイメージあるけど、クラシックの多分弦楽四重奏とか撮ってもすごいね気持ちいいと思うよ。でピアノもあるから、なんかピアノと声楽、オペラでもいいし、声楽やってもいいし、デュオでね、ピアノとアコギだったら同じ空間でなんかライブの一発撮りみたいな感じで撮るっていうのも全然ありだから、例えばどうしてもじゃあパソコンの音が気になるっていうんだったら、ブースの中にねパソコン入れればいいの。あと API は私使えません、でも自分の Mac と自分のオーディオインターフェースだったら使えますみたいな子っているじゃん。若い専門学生とか大学生で、その子は持ってきて、ケーブルはあるから貸してあげるから、インターフェースとパソコン、ノートパソコン持ってきて、アコギの部屋に入るんですよ。アコギの部屋に入ったら音的にはセパレートされるから、そこでヘッドホンでやれば
で配管あるからそこで全部ケーブル出せば撮れる。そうするとライブ一発撮りみたいな雰囲気にもなるんで、そういう感じでも全然いいよ。だって今俺に来てるオファーって簡易 PA でモニターやりながら、レコーディングもできてピアノとクラシックみたいな編成取れないって言われてて、取れます。でもスケジュールが空いてませんみたいな感じなの。でもこれってでもできる人すごい少なくて、ライブ PA でそのモニターとかで調整できる人ってレコーディングエンジニアが少ないから、でかといって PA の人は生ピアノにそんなにこうマイクをガンガン立てるみたいな文化がそこまでやっぱ電子ピアノが多いから蓋も閉めちゃうしね、ドラムが入ってくるから。なのでちょっとそこも違うから、なんか何気にハイブリッドな人って実は少なくて、なのでそういうのがもしかしたら次の世代のエンジニアが藤枝から生まれてほしいっていう思いもあるから、そういう大学生とかがねチャレンジングなことをしてもらってもいいなっては思ってます。だからリハーサルをするスタジオじゃないんだけど、リハーサルとレコーディングの間みたいなのができるから、そういう風に使ってもらっても大丈夫ですよ。逆に、こう勉強したいとか実験的なことをしたいってもう言ってもらった方が、こっちも気楽にできるし、やりましょうってなるから、そうだね。もうそういう風に問い合わせてもらった方が多分いい。いいかも。もう実験したいです。なんかわかんないんだけど、藤原でこういうのやりたいんです。録録しかしたことないです。初めてです。で、完成した作品をちゃんと撮りたいですって言われると、ちょっとこっちも、いや、それは絶対できるとは言えないっていう風になっちゃうから、それだったら、こう、勉強したいとか、試したいっていう風に言ってもらった方が絶対受け入れれる。確かに。っていうのがあるから、でも多分そういう人多いと思う。そうだね。あと今思った、佐藤みたいにギターと歌しかやらないから、じゃあベース入れたい。知り合いいませんとかね。静岡とか地方だと特に周りにドラムの知り合いいませんっていう時に、誰かいませんかって言ってくれたら多分アサインできると思うよ。お金はもちろんね、かかっちゃうかもしれないけど、だからそういう相談でもいい。もう音楽制作を始めるのにもわからないことはとりあえずミュージックイン藤原に聞いとけみたいなのでも、もしかしたら僕たちの可能性が広がるかもしれない。マネージャーチーム大変かもしれないけど。なんでぜひぜひ何でも聞いて、まずは聞くのはただっていうのがあってですね、これゴッチさんもよく言うんですけど、聞くのはただです。なので聞いてみてください。はい。俺も今ちょうど問い合わせて知らない全然接点もない会社にね、これは誰が作ったんですかね問い合わせて、まだ普通にガン無視されてますけどめげずにもう一回ぐらいすいませんこれは誰が作ったんですかみたいなのを聞こうと思ってるんですけど、そこにね情熱とかやる気が見えるとね、大人はね、大人とか周りの人を巻き込んでねやってみるといいかもしれませんね。これのアップルギニアってここのこれね、ミュージックイン藤原とページが分かれてんだね。そこですね。ここの、これだ、ご予約、右下。これこう、見えてるんですよ、もうブッキングがこう。3月はこんな感じで、4月はこんな感じで、結構埋まってるね。すごいでしょ。これね、結構困って、俺ら、なんかちょっと手加えたいのに全然空いてないみたいな、すごいありがたいですよ。すごいでしょ、これ。そんな。まあ6月とかはまだ全然なんで、もう5月とかは結構入ってますね。ありがたいですね。こういうの見れますね。ここでレコーディングガイドもね、これも作ったんですよ。レコーディングが初めての方へっていう、これね吉井のアイディアでね、このどういう風な、時間割を作んなきゃいけないんです。何事もタイムテーブルっていうのが必要なんで、こう事前に準備するものとか、こうタイムスケジュールとか、ここにですねアジカンの場合っていうのがこれがね、プロはこんくらい時間かけんだよ。で、これを踏まえプロほど時間と予算かけれないからどうすんのみたいなのになる。これはね、このページいいですね。いいですよ。吉井のアイデアからゴチさんが作ってくれて、ミックスマスタリングは後日作業よみたいなこともありますね。でここにまたエディットのね、これも一人、これあれでしょ、吉井パターンでしょ、吉井の時間でしょ俺ね、これミックス1日ってなっちゃうからあれなんだけど、そうこういう風にこうできてる。スムーズなレコーディングのためにどうしたらいいか。替えの弦をちゃんと用意しときなさい。構成表、譜面を用意しときなさいって。いいよって、用意しなくてもなんとかなるけど、あるとより時間が有効に使えるよみたいなのもあります。で、ここが一番下に問い合わせがあるんで、
あ、これでメールに飛ぶみたいになってますね。ちょっと今こっちメール、俺の仕事のやつだからメール飛ばないけど。はい。いや、いい動画になった、2人の意見で。ありがとう。やっぱり若い子の意見は大事だなと思います。はい。じゃあ、ありがとうございました。じゃあねー。そんな締め若い子の意見は大丈夫